皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。2024年の動画は PRS ギターのカナミシグネチャーモデルの開封動画で締めようとしていたのですが、どうも出荷が遅れていて年明けになりそうとの連絡がありましたので、お給仕で中断していたエピックナラティブズ発売前の MV 公開シリーズの続きをやってみたいと思います。前回はショーゼムまでをつぶやきましたが、実はそのショーゼム公開の少し前となる2024年7月20日に MV 公開されましたマギーについて、そのオフィシャルライブビデオを見ながら感想をつぶやかせていただきたいと思います。ものすごく今更感はありますが、そこは目をつむっていただければと思います。このオフィシャルライブビデオは今年2024年のメイドの日5月10日にゼップ羽田で開催されたお給仕の時のものですね。私も帰宅していましたので、その時の情景というか興奮が蘇ります。あと、このマギーはどう発音するのかが難しくて、みんないろいろな発音をしていると思うのですが、正解はサイちゃんがラジオで言っていましたので聞いてみます。エピックナラティブズの1曲目に入っているマギーという曲を。マギーですね。これはドイツ語で英語で言うところのマジックのことということで、フランス人のオレンジさんがなんでフランス語読みじゃないんだみたいになんか怒っていたような記憶があります。フランス語だと綴りは同じでマジーですかね。私事ですが、私がこの曲を初めて聴いたのは昨年2023年10月20日の10thアニバーサリーツアー大阪ナンバーハッチでの初披露の時でした。当時の印象はとにかくノリのいい曲だなぁと感じたのを覚えています。それは今でも同じですね。とにかくお給仕では本当に盛り上がれる曲です。それでマギーといえばアルバムエピックナラティブズの1曲目に収録される形になったわけですが、ほぼ全員がこの曲が1曲目だとなったみたいですね。確かにつかみとしては最善の曲な気がします。2024年のお給仕ではほぼ定番曲になっていて、フェスや対バン、ゲスト出演含めて16回のお給仕中13回やってくれてます。マギーといえばサイちゃん作詞の歌詞にも入っている通り、思いっきりのジャンプ曲ですので、ものすごく盛り上がって楽しい反面体力を奪われる曲でもあります。しかも最近のお給仕ではノーゴッドとか玉屋の前後とかに来ることが多かったので、サイちゃんがニヤニヤしながらセットリスト考えてたんだろうなと思ってしまいます。でも本当にバンドメイドの曲のラインナップというか、盛り上がれる曲、聴かせる曲、泣ける曲とかのバリエーションが揃ってきたように思います。それでこのオフィシャルライブビデオですが、公開がフェスの大阪ジャイガの前日ということで、夏フェス開始の景気づけだったように記憶しています。ということで前置きはこれくらいで曲についてつぶやいていきたいと思います。まずイントロですが、いきなりノリのいいミンチョンのリフで始まります。アーチャーのドラムは結構オーソドックスな8ビートに思えるのですが、なんかバスドラのリズムが少し違っていて、跳ねるような感じというか、ノリを与えているように感じます。それで A メロになりますが、少し静かに入る感じなのですが、もう歌詞にはみんな踊れよという感じが出てきます。アーチャーのドラムはイントロよりさらにノリを出しているように感じますし、ミサさんのベースもいきなりノリノリな感じになっています。それで B メロは何といっても小鳩さんのバックボーカルが素晴らしいというか、この曲全体でも私的に大好きなところです。何と言ってるのかは正確にはわからないのですが。それでアーチャーのドラムはこの B メロで生から銅へ盛り上げていく演出みたいになっていて、ミサさんのベースラインもめちゃくちゃ味わい深いです。サイちゃんのボーカルもいっそ全部忘れてのところからリズミカルになって、サビ前の Are you ready? Gimme gimme jump 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 で完全に盛り上げてサビにつなげます。ここはミンチョの味わい深いフレーズだけでバックの演奏がほぼなくなって、サイちゃんのボーカルだけになるのに完璧に盛り上げてサビにつないでいるところはすごいと思います。それでサビとなりますが、お給仕ではみんなでジャンプするところですね。アーチャーのドラムは2ビートみたいになって思いっきり曲を盛り上げます。
ミサさんのベースも本当に盛り上げのベースを作ってくれているように聞こえます。メロディーも歌詞もいい意味でシンプルですし、やっぱりキャッチーで乗りやすい感じになっていると思います。なんか何も考えずに乗れるというか、すごく気持ちいい感じになります。それで最後のゲッゲッゲットゥハイっていうところがうまくサビを締めているように思います。サビ終わりで間奏になってイントロと同じリフが入って 2A となります。 2A はやっぱりミンチョは変えてきて 1A に比べてところどころにすごく短いブレイクが入ったりして、これぞバンドメイドという感じが私的には大好きなところです。それで 2B なのですが、基本的には 1B と同じなのですが、サビ前の Are you ready? Gimme gimme jump 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 のところで、今回はバックにドラムもベースも含めて演奏が入ってます。この細かい演出は本当に私にとってはよくこんな構成思いつくなシリーズです。それで2サビに入りますが、2B の演出もあって1サビよりさらに盛り上がった形で展開されます。映像を見るとサイちゃんが大汗で確かに熱かった記憶が蘇りますが、このステージも会場も全力なところがよく出ているように思えます。2サビ終わりで一旦ブレイクして C メロとなりますが、まず冒頭のミサさんのスラップが味わい深いです。アーチャーのドラムは比較的シンプルで、他の楽器とボーカルを目立たせているように感じます。ミンチョのリフは複雑で、ミサさんのベースラインはドライブ感がすごいです。それで最後のああだのこうだのぐちぐち言わずに何でもかんでも本気でやったらいいってものすごくサイちゃんらしい感じですし、音的にも曲に完璧に合っていてめちゃくちゃ気持ちいいところです。それでそのままギターソロに入りますが、ミンチョのソロフレーズは味わい深いタイプのやつですね。でもあーちゃんのバスドラがめちゃくちゃ存在感があって、ミサさんのベースともにギターソロを盛り上げてます。で、ミンチョらしくギターソロは短いですね。ギターソロ終わりで落ちメロになります。ここ私的には大好きなところです。お給仕では手拍子となるところですね。小畑さんのリズムギターの刻みがかっこいいです。ドラムはバスドラとシンバルだけ、ベースもシンプルな感じです。演出的には最後のラスサビを盛り上げるためのギャップを作るところかと思います。で、ラスサビに向けてミサさんのベースもミンチョのリフもあーちゃんのドラムも一気に爆発させる感じになります。この最後の歌詞にジャンプジャンプを入れてくるところはさすがサイちゃんと思いましたね。それでラスサビとなるわけですが、曲的にはここがクライマックスで、お給仕の時は最後の力を振り絞って思いっきりジャンプするところになります。映像で小畑さんの横顔でもわかる笑顔がいいですね。ミンチョもものすごく楽しそうですし、本当にお給仕では盛り上がるところです。ラスサビが終わってアウトロとなりますが、お給仕ではここは大合唱のチャントでステージと会場が一体となって、最後はバンドメイドらしく気持ちよく終わります。
バンドメイドといえば複雑な構成の曲もいいのですが、こういった比較的シンプルで乗りやすい曲もいいですよね。さえちゃん作詞ということもあると思うのですが、私的にこの曲はさえちゃんらしいというか、さえちゃんの曲という感じがしています。この曲はお給仕だとラストスパートのセクションに入れたらバッチリハマる曲だと思いますが、最初に持ってきてもいいし、MC 前後でもいいし、とにかく使いどころがいい曲なんじゃないかなと思います。ということで、マギーについてのつぶやきでしたが、これで私の2024年の動画は最後とさせていただきたいと思います。2024年は30本ほど動画を上げさせていただきましたが、この拙い動画たちをご視聴いただいた皆様には本当に感謝申し上げます。動画作成の励みになります。来年2025年もたくさんお給仕がありそうですので、またレポートしたり、曲やアルバムについてつぶやいてみたりしたいと思いますので、よろしければ引き続きお付き合いください。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回、皆様良いお年を。